はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月はかなり星がたくさん動きますので、その星の話は別動画にまとめています。ぜひそちらまだご覧になってない方はそちらご覧になってから戻ってきていただけるとより一層ね活かしやすくなるかと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。タワー、ワンド6逆、ワンド7、ソードナイト、フール、カップナイト逆、ソード7逆。はい、気をつけることや対策は節制とペンタクル3とオラクルはカップの4の逆です。そうか頑張ってますね。はい、星で見るとね、この3月前半っていうのはまだ双子座の皆さんにとっては社会が開かれてるよっていう、社会運が強い時なんですよね。でも強いっていうのはもう今めちゃくちゃ走ってますとかやってます、今ものすごく取り組み深い仕事に取り組んでますっていう方にとってはさらにそれを超えられるようなちょっと高めハードルが来たりとか、少しストレスを感じやすかったりということでいいんだけど、強いからこそのストレスやプレッシャーっていうものも感じやすい時だったりするんですよね。ですのであまりストレスの方にフォーカスせずに、自分にこの運があるからこういう話が来てるんだとか、自分にこれを超えられるだけの準備ができてるからこういうことが今起きてるんだっていうふうな思えてると、ものすごいもうどんな運でも超えていけるっていうふうになるわけですけど、そんな感じでちょっと社会運あるがゆえにもしかしたらちょっと難題と言われてるようなことが降りかかってきたりとか、ちょっと役職の責任が重いことを任されたりとかする方も多いのかなっていう気がします。ですので目の前のことだけを考えるともう嫌だなみたいな、もうそんなの無理みたいな感じでやめてしまいたいみたいな、そんな感じもあるかもしれません。でも本当に今ね、双子座の皆さん運が強い時なんですね。でどなたかねコメントにあったかと思いますけど、全然いいって言われてるけど全然良くないみたいなねあると思うんですけど、見えないエネルギーとしてはやはり運勢は徐々に強くなっていってるんです。で強くなっていってるからこそ、もうごまかせませんよっていうような形で現状が変わりつつあるっていうのは起こりやすいことなんですね。例えば健康とかでも自分の健康を全く気にせず好きなものを食べ、なんとかその場をやり過ごしてる、体力もつけずみたいにしていたとしたら、大きな仕事が来た時にもうこれ以上この今の自分ではできませんよってなった時に、まずじゃあ自分の体を見ましょうかっていうことで、自分の体の何かが発見されたりとかして体を見直すような出来事が起きるわけですよね。そうするとせっかくいいって言われてる時なのに全然良くなかったってことになりって思いがちなんですけど、いい運が来てるからこそその運を乗りこなすためのチャレンジだったり、自分にとっては都合良くないことっていうものを体験して自分を整えていくっていうことが起こりやすいんですよね。ですので今すごい頑張ってますとか、そう忙しいですとか、とにかくやってますよっていうようなすごい頑張ってるエネルギーすごく感じます。でもそれと同時に今自分がその頑張ってるこれだけのことをやってるというその体感の割には精神的な満足が少ないっていうふうに感じていらっしゃるかもしれませんし、なんでこんなことになってんだろうみたいな、なんだかおかしいぞみたいなねそんな感じがしてる方もいらっしゃるかもしれません。でそう思えば思うほど結局今それだけ強い運の中にいるってことなんですね。なので入り口がタワーっていうことはもうとか、もうそれしなくちゃいけないのとか、そんなのもうどういうことって言いながらやらざるを得ないみたいなね、そんなこともあるかもしれないし、もう自分の中で何か決定というか決断をして、その決断を実行に移すためには今もうここまでやらなきゃいけないんですみたいな、例えば仕事を辞めるって決めたら辞めるまではじゃあここまで引き継ぎまでは絶対やらなきゃいけないみたいな、そんな感じもあったりして、非常に抱えてるものが今大きいなっていう感じがします。あんまり嬉しくない
この肩の力を抜いてホッとするとかではなくって、ちょっとやっぱプレッシャーとか責任あるなっていう感じのエネルギーがあって、でそれはあまり嬉しく思っていない、でこれまでだって一生懸命頑張ってきたのにもう嫌だみたいな、なんかそんな感じが多少今あります。でここからいきなりフールなんですね。いきなりフールっていうことは、急に開き直るみたいな感じかもしれませんね。あ、もういいみたいな、もういいですっていう、なんかこう急にプツって自分のその緊張の意図とか、もう絶対やらなきゃいけないと思ってたこととか、そういうのを開き直って、はい、もういいです、もうなるようにしかなりませんっていうね、なんか感じで、その悩みとかプレッシャーから解放されているっていう感じがあります。でそれに対してその双子座さんを気遣ってくれる人がいるって感じがするんですね。大丈夫ですかってちゃんと救いの手が来るというか、気にかけてくれるっていう感じで、変に自分だけ置いてかれるとかそんな感じではないんですね。でそうやって気にかけてもらいながら、また相談しながらちゃんと調整していくよっていうふうに出ています。ということは結果的にオーライなんですよね。結果オーライ。実際対策のところで気をつけることは対策っていうのに出ているのも、この節制というカードが出ていて、この節制というのは本当に自分の専門知識を使って、前回も確か出てたと思うんですけど、自分の専門知識を使って何かをやっていく。でも自分では精一杯その状態を保ってるから、全然それで余裕でうまくいってるとは思えないって思うかもしれないけど、こうやってなんか今このドラマ自体もうまくいってるんですよっていう感じがするんですよね。そしてもう一枚のこのペンタクスの3というカードも、結局他者と共同っていうか協力しながらやっていったり、自分にないものを他者に借りながらやっていったりとかして、結局人と関わって助けてもらいながら、また自分も協力しながら物事ってやってるじゃないですか。なのでこう自分の中ではとかもあとかってやって、もういいみたいになって、でも協力してやってっていうことで、トータル的に見たらすごいいろいろ動きあるけど、結果的にはすごくうまくいってますよねっていうような感じがしたんです。ただそれを自分がこう客観的に見て余裕を持ってその状況を眺めているのか、それとも自分がこう翻弄されてその流れの中でわーって言いながらやってるかによって精神的な余裕は全く変わるので、おそらくその精神的な余裕とか喜びっていうものは少なく感じてらっしゃるのかもしれないですね。どうですかどうですか。3月2日から来る金星の逆行っていうのは、おそらく双子座の皆さんにとってはその他者の言動だったりとか、今全体がどこに向かってるかっていうことに対して自分はもうそこについていけませんみたいな、そんな感じがするかもしれません。そしてそこについていかないという選択をすることが、自分が誰かを裏切ってるかのような気になったり、責められるんじゃないかっていうような気持ちになったりするかもしれませんが、責められません。むしろ協力してもらえるみたいな感じがあるので、ちょっとこう自分が他者に対して感じていることや、自分がこれから進んでいくであろうことに対して関わっているその人たち、グループとか団体とか、そういったグループ団体に対しての勘違いっていうものがもしかしたら起こるかもしれないので、そこだけ気をつけておいてください。で特にこの3月14日の月食っていうのは、双子座の皆さんにとっては休みたいっていう気持ちとか、でもこれだけのことやらなくちゃいけないんだって、今仕事でこれだけ求められてるからとか、そういったこう緊張感っていうのかな、こう今すごい引く手あまたにいろんなオファーが来るみたいなね、でも私は今ゆっくりしたいんですっていうような、その真反対のエネルギーの中にいるっていう感じがするんです。それはうまくカードでも出ていて、すごく忙しい、もうあれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、わーってやってるけど、急にプツってもういいみたいな、こう開き直りというかね、前回もそうだったのかな、こう要するにこう自分の意識がどこにあるかって言った時に、ものすごいこう自分が頭であれこれ考えて、あれもしなくちゃいけないし、これもしなくちゃいけないし、わーって考えてると、もう頭の中がいっぱいいっぱいでどうしていいか分かんないってなるんですけど、自分自身が落ち着いて深くグランディングして落ち着いて物事を俯瞰して見てみたら、全てうまくいってるっていうような感覚で、何にも心配することなかったっていう、その感覚の中で自分は忙しいけれども自由でいられるっていう感覚を味わえると思うんですね。忙しいってわーって翻弄するんじゃなくて、忙しいけど落ち着いている、忙しいけど余裕だ、忙しいけど自由だみたいな、そんな感覚にもなれると思いますよ。落ち着けば。ぜひ試してみてください。
そんな感じです。全体的にはね。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見ていますね。仕事運ある時ですから、仕事は何かさっき言ったみたいにプレッシャーとか多少のプレッシャーとか責任っていうのは乗ってきそうだなって感じはあります。もしくはこれからねやっていきたい、ちょっとカード見てからにしようソードのキング、はい、そしてカップ5、ジャッジメント、お仕事に関してはこうやっていきたい方向性っていうものがあって、やっぱりそれをチャレンジしてみようかなって思うんですけど、そうなった時に自分に課すプレッシャーっていうものが強いかもしれませんね。こんなんじゃダメだみたいな。やっぱソードのキングっていうのは批判とか、自分がもっと 100% 努力してるんだとか 100% 自分はこれにつぎ込んできたんだ、だから大丈夫なんだっていうような、なんか絶対覆せない正当化できる理由っていうものを探そうとしますけど、カードが言われてるのは、いやそんなに硬くなくていいんですみたいな、カップの5のように、半分以下の可能性であったとしても、自分がそれをやりたいという思いがあるならそれを温めていいんですよって、そこに救済のラッパーになるんですよみたいな感じがあるので、自分がこうじゃなくちゃいけないって思ってる意識ではなく、仕事もねここまでやらなくちゃいけないっていう意識ではなく、今できることを精一杯やっている、これが自分にとってベストだって思えば道は開かれるっていう感じがしました。なんか仕事に関してはおそらく新しい道っていうものができていて、それも分かってるんだけど、それをやるにはもっと頑張らないととか、もっと自分が輝かないととか、もっと人様にこう見せれる自分にならないととかですね、なんか人様に自慢できるぐらいのなんか技術がないとって思うかもしれないんですけど、そこまでじゃなくていいですよみたいなね、自分が持ち合わせてるほんの一部でも他者は必要としてくれますよみたいな、そんな感じがしました。ちょっと人間関係見てみますね。ワンド4、ワンド4いいですね。ワンド4はとても穏やかな協力者がいるって感じ。お月さん、カップの4また出ましたね。人間関係悪くないです。今実際にその水星のコミュニケーションとか社交性とか愛情とか豊かさの金星っていうのは人との関わりの中に今入っていて、双子座の皆さんはそうやって社会とか人と関わることによって恩恵を得る、豊かさを得るっていう時期にあるんですね。少し3月2日から逆行するとはいえ、決してその恩恵がなくなってるわけではないので、ご自身がそれをちょっと違う風に感じたりとか誤解が生まれやすいっていうだけでその運がないわけではないので、ぜひいかに自分が人間関係うまくやっているか、人とうまく付き合ってるかっていうことを思い出してみてくださいね。他人の顔色を伺うというよりも、自分に誇りを持って過ごしていれば自然と他者は自分のことを、好いてくれてたっていうのかな、ちゃんと自分の頑張ってることを見てくれてたっていう感じになりそうです。ここでもさっきも言ったみたいに、自分が誰かを裏切るんじゃないかって思ってるけど全然そんなことなくて、逆に他者から助けられるみたいな感じもありますし、そしてやっぱりここで2枚このカップの4が出てるっていうのは、なんか自分がその感情を手にしようとしないんですよね、このカードって。与えられてるもの、神様から与えられてる喜びとか他人から与えられる喜びに対してってそうじゃないんですよねとか、いや今の自分はそんな気分じゃないんですよねって言ってこう受け取らないっていうのがあり、せっかく自分の中で芽生えてる喜びだったりなんか愛情だったりっていうのを自分で蓋をしようとしてるっていう感じのカードが出てるので、さっきのお仕事もそうなんですけど、完璧じゃなきゃダメなんだとかではなく、ほんのわずかでもいいので自分のいいところを生かせばそれは仕事になるよとか、人間関係もその人に対して 100% いい人じゃなくても自分らしくあることでちゃんと関わっていけるし、他人はそんなに厳しく双子座さんを見てませんよみたいなメッセージだと思いました。いかがですか？ぜひなんか今回全体を通して感じるのは、やっぱりその自分で自分の感情に蓋をしないでねって感じがしましたね。いかがでしょうか？なんか分かりましたという方はいいねボタンやコメントで教えてください。チャンネル登録までの方もぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、ちょっとじゃあね最後にもう一枚引いてみたいと思います。
これかな。あ、このカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身のメッセージ受け取ってみてくださいね。ゆっくり休んでねみたいな、そんな感じですね。幸せな時間を自分に与えてくださいねっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。